タケホダジャホー、ボス、トリドゥ、ファファラスです。ほぼ10分でわかる日本語文法。今日は、何々まみれと何々だらけ。この2つの文法を比べる勉強を一緒にしていきましょう。忘れてしまった人は、前の動画をチェックして復習しておいてください。はい。では、復習からいきます。まず、何々まみれ。ポイント何でしたか？皆さん、ここには何が入るか覚えてますか？ここは名詞でしたね。じゃあ、ポイント。この名詞、どんな名詞をよく使いますか？はい。この名詞は、良くないもの、何かちょっと汚いものとか、悪いものが表面にたくさんついている様子を表す文法でした。じゃあ、例えば、良くないものって何がありますか？例えば、泥、ほこり、血、砂、汗。こういう名詞をよく一緒に使いますでしたね。これがポイントでした。たくさんついていますがポイントです。はい。じゃあ2つ目。何々だらけですね。はい。じゃあこれもポイント何でしたか？はい。ここ前は名詞です。さっきのまみれと同じですね。はい。じゃあ例えばどんな名詞をよく使いますか？良くないものがたくさんある様子に使う文法でした。何かちょっと良くないもの、汚いものがたくさんありますと言いたいときに使います。例えば、泥、ほこり、血、砂、芝、間違いなどですね。こういうものがたくさんありますよ、多いですと言いたいときに使う文法でした。はい。では、練習していきましょう。1つ目。彼の服は血まみれだった。殺人現場は血だらけだった。はい、どちらも血使ってますね。血まみれ、血だらけ。はい、じゃあこれはどちらが正しいでしょう？はい、どちらも血がたくさんあります。たくさんついてますと同じ意味だね。はい、実はこれはどちらも正解です。どっちも OK ですね。はい。どちらも血がたくさんあります。殺人現場に血がたくさんあります。とか、血が服にたくさんついてます。と同じ意味なので、この様子を表す血がたくさんですを表す表現ですから、これはどちらも大丈夫ですね。OK です。はい。じゃあもう一つ次。彼の答案用紙は間違いまみれだった。間違いだらけだった。はい。これはどうですか？どちらも間違いがたくさんありますと同じ意味ですね。はい。答案用紙はテストの結果のことね。テストの結果の紙に間違いがたくさんありますと同じ意味です。じゃあどちらが正しいと思いますか？はい。正解は上は間違いです。下、間違いだらけ。これは OK ですね。はい。じゃあどうして間違いまみれはダメですか？はい。これは間違いがたくさんついています。この日本語はちょっと変ですよね。間違いはたくさんありますはいいですけど、間違いがたくさんついていますは変な日本語ですから、間違いがたくさんついていますの意味のまみれ、これは実は使いません。はい。なので、このまみれとだらけはよく言い換え、チェンジができますが、できないものもありますから、これを皆さん覚えてください。はい。例えば何ですか？はい。だらけはこういう間違いとか、他にも傷、嘘、辛いこと、ちょっと嫌なこととか、こういう何々がありますと言いたいときにたくさんありますという表現を使うことができます。でも、例えば間違いまみれとか、傷まみれとか、辛いことまみれとか、はい、何々がついているの意味で使えない名詞は、まみれ、使えません。なので、いつでもチェンジできますか？違います。できない名詞がありますから、こういう名詞はちょっと使えないよ。まみれには使えないよ。これをちょっと覚えてください。はい、この辺はね、チェンジできますね。泥まみれ、泥だらけ。ほこりまみれ、ほこりだらけは大丈夫。ですが、使えない名詞を覚えてください。はい、ではまとめていきましょう。何々まみれ、これは N2 レベルですね。何々だらけ、N3 レベルですが、どちらもよく使う表現です。はい。
で、接続、これも同じですね。何ですか？前はどちらも名詞使います。名詞プラスまみれ、名詞プラスだらけで覚えてください。はい。で、使用場面と対象ですが、これは日常生活の中でよく使う表現ですから、友達や家族と日常で話しているときによく使う文法です。はい。で、ポイントですね。次。何々まみれ。これは良くないものが表面にたくさんついている様子を表します。こっちがまみれ。で、だらけ。これは良くないものがたくさんある様子を表す文法です。ですから、どちらもたくさんあるよ。前のこの名詞がたくさんあるよの意味で使うんですが、言い換え、チェンジができるものとできないものがあります。例えば、泥まみれ、ほこりまみれ、血まみれ、砂まみれ、汗まみれ。こういう表現よく使います。はい。これらは全部何々だらけとチェンジができます。例えば泥だらけ、ほこりだらけ、血だらけ、砂だらけ、全部チェンジができます。が、できないものがあります。例えば、シワ、間違い、傷、嘘など、こういうものは何々がついているではなくて、間違いがたくさんあります。あるの意味で使いますから、この表現はまみれを使うことができません。はい。なので、だらけの方が、この前の使える名詞がたくさんあります。多いです。が、まみれになると、ちょっと使える名詞が減りますから、どれがチェンジできるかな、チェンジできないかな、この辺を頑張って覚えておくと試験の時に便利です。はい。なので、ちょっとこの使えない名詞を頑張って覚えてください。はい。じゃあ今日は何々まみれとだらけを比べる勉強でした。はい。じゃあ皆さん頑張って自分で勉強してみてください。はい。じゃあ終わりましょう。お疲れ様でした。バイバーイ。